はい、こんにちは。テニスライズの河合です。今回はスピンサーブのことについてちょっとお話をしていきたいと思います。スピンサーブをやり始めた方とかで回転をかけようとしてボールがですねスピンはかかるんだけれども威力が出ないという方がいるかと思います。やはりそのスピンサーブをしっかりと打つことによってサービスの確率というのがですね上げられるメリットというのがあるんですけれども、逆にやはり回転をかけることによってその長さのコントロールというのが難しくなりますし、回転をかけすぎると今度は威力の出ないボールになってしまって相手に楽に打たれてしまうということがあります。そのためにしっかりと今現状でかすれてしまう方の改善方法をお伝えしたいと思います。はい、まずかすれてしまう方の、状態というのを少し、絵でですね、解説をしていきたいと思いますけれども、まずトスを上げてサービスを打つ時にですね、一つはスイングの軌道が少しこう巻き込んでしまうというのが一つ事例であります。どうしてもラケットをですねスピンをかけようとしすぎて巻いてしまうとボールに回転がかかるんですけどもボール自体が回転量が多すぎてお辞儀をしてしまう、要はそれがやりすぎるとネットを越えないということが多くあります。これの改善をまず一つしていただくということと、あとはやはりスイング軌道が少しこういうイメージではなくてこういうふうにですね少し振り上げていく、巻いていくんではなくて少し外に向かって払っていくことを意識することによって面自体の抜け方がこういうふうにボールの上側を巻き込むんではなくてボールの下目からしっかりとボールの真後ろを払っていくような当たり方になっていきますので、その2つのポイントをしっかりと押さえて巻き込まずにしっかり払いながら面を開いていく、このポイントをしっかりと押さえて打つことで回転量もかかりますしボールの威力も出るようになりますんで、そこを練習していきましょう。はい、それではちょっと解説を打ちながらしていきたいと思います。先ほど言ったようにかすれてしまう方というのはここで巻き込みすぎてしまうわけですね。ボールに対して回転をかけようとしすぎて手首もラケットも巻きすぎてしまう、振り終わりが中に入る状態、ラケット面が中に入る状態で終わってしまうとより巻きすぎててボールが飛ばなくなりますね。それをイメージとしては外に払うのと面がしっかりと開いていくというのを意識してスイングをこっちですね上方向に斜め上方向に振りに行くというのを練習の中で意識してやってみましょう。はい、巻くのではなく少し払っていく。外に向かって払っていきながら上に抜いてあげるというのをしっかりと練習の中で、最後の振り終わりはラケット面が外に向くのを意識して外ですね自分の外に向いているようにですね。先ほどは中ですね、それを外に向いていくように中からもっと外に向かって振りに行ってみましょう。じゃあいい例
悪い例。悪いね。いいですか。じゃあいい例。いい例。どれどれ。迫力があります。